皆さんこんにちは。今週の IoG 地形学インサイトは、地形学研究所客員研究員の田上英樹さんに、半導体産業におけるサプライチェーンとそこに存在するチョークポイントについてお話を伺ってまいります。聞き手は私、地形学研究所インターンの野坂隆生が務めます。田上さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。近年、半導体という言葉の持つ影響力はますます大きくなっております。半導体は自動車産業や電気産業など我々の経済を支える主力産業の産業基盤であり、同時に国際政治の舞台においても半導体を制する者が世界を制する、このように言われるほど決定的な影響力を持つ、まさに戦略物資になっています。日本においても半導体産業の復活に向け、まさに今、官民を挙げた様々な取り組みが行われています。その中で昨年、IoG 地形学ブリーフィングにおいて、田上さんは半導体のサプライチェーンに焦点を当てた論考を書かれました。半導体に関する書籍やレポートの多くが、半導体をめぐる国家間関係や半導体の技術的な特徴を説明したものである中、半導体産業のサプライチェーンに焦点を当てた田上さんの論考はとてもオリジナルで他にはないものだとこのように感じております。そこでまず数ある着眼点の中でどうして半導体サプライチェーンに焦点を当てた論考を作成されたのか、この点教えていただけますでしょうか。まずその点につきましては、私がですね、総合商社のインハウスシンクタンクで長年サプライチェーンなどの業界の分析をしてきたということが起点であると思っております。通算で15年ほど、本当に様々な業界を担当していました。そんな中で2022年の10月にですね、半導体関係者が 10.7 と呼んでいる事件が起こりました。これは米国が先端半導体やスーパーコンピューターについて対中規制を急に厳しくしたというふうな事件になります。当時半導体業界に衝撃が走りました。今まで当たり前にしていた中国との半導体ビジネスが米中の技術覇権競争の中で急に制限されてしまったからです。誰もが半導体こそ戦略物資の一丁目一番地の物資なんだということを再認識させられる一件となりました。ここから米中の半導体産業の事実上のデカップリングが本格化していきます。民間企業はこれはどういうふうに対処したらよいのかということで戸惑って、私もですね、当時半導体のバリューチェーン長官図というものを作るというきっかけになりました。そして半導体のですね、業界について改めて勉強してみますとですね、この業界がいかに複雑で他の製造業とも桁違いの難易度であるかというのが見えてきました。そしてもう一つ、情報セキュリティが特に厳しくって、なかなか外部からは中でやっていることが見えないということが分かってきました。業界分析をしているとですね、その業界のことをですね、いろいろな方にヒアリングします。例えば自動車業界であれば、自動車メーカーさんや部材メーカー、コンサルタント、各種の書籍、たくさん出ています大学の研究室、そしてモーターアナリストといった方までいらっしゃいます。消費者向けの製品であるということもあって、業界自体もですね、比較的オープンで、外部にも様々な知見が蓄積されているということになります。一方で、半導体業界についてはですね、本当にそれを調べようと思っても、まずは業界の中の方々、とても情報セキュリティに厳しくて、では外部に当たろうと思ってもですね、書籍もですね、だんだん出てきているとはいえ、決して多くはないという状況にあります。外部の専門家も非常に限られているという壁に突き当たってしまいました。業界分析の観点からしてですね、半導体業界という業界が持つ特殊な重要性と構造的な理解の難しさ、こうしたことに気づいたことでですね、私自身は半導体業界の発展と今後の最適化というものについて、できれば自身が貢献したいというふうに思って、半導体を自身のテーマと据えることにした形になります。田上さん、ありがとうございます。今、田上さん自身のご経験も踏まえながら、半導体業界の特殊性、それから重要性といったところをお話しいただきましたが、その中で今回特に着目されたサプライチェーンというところ、ここにおいても半導体はやはり他の業界とかなり事情が異なっているのでしょうか。
そうですね。かなり異なります。そもそも半導体はですね、数百から1000を超える細かい工程の積み重ねで、その間にですね、非常に多くの材料や副資材を使います。副資材というのは後でも説明をいたしますけれども、本当に多岐にわたる素材、物質で、一つ一つの使用量は必ずしも多くはないのですけれども、ないと操業が止まってしまうといった重みを持っています。そしてサプライチェーンからですね、少し横道にそれますけれども、半導体の技術の難しさということについても少しご説明しておきたいと思います。まずテレビでですね、工場の映像が流れるというのをシーンを見たことがあると思いますが、それは具体的にはどんな光景でしょうか。おそらくはですね、自動車工場などの部品を本体に組み付けていく、人がですね、電動ドライバーを片手に作業しているといった光景を思い浮かべられるのではないかと思います。ところが半導体の製造工場は全く違います。IOG のウェブサイトの論考の写真にもですね、貼り付けてございますけれども、白い大きな箱型の装置群が左右に整然と並んでいると、こういう感じになります。で、天井にはですね、自動搬送装置が行き交っていて、汚染源となってしまう人間はむしろその中には入っていないと、こういう状況になっています。で、そしてその一つ一つの箱の中では、人間の髪の毛のサイズ、太さのですね、約10万分の1というナノのスケールで絵を描いたり、そこをガスを使って溝を掘ったりといったことが行われているということになります。その先端技術はですね、まさにブラックボックスというふうに言われていましてですね、私はこうした装置をですね、冗談交じりではありますけれども、白色のブラックボックスというような言い方をしています。で、そうした難しい作業はですね、一つ一つが高度な科学実験のようなものだというふうに思ってますけれども、それを500も1000も積み重ねることで、まさに科学実験の量産体制を敷かなければいけないと。こんなようなのが半導体の製造工程だというふうに捉えていただければよいのだと思っています。高見さん、ありがとうございます。今まさに白色のブラックボックス、そして科学実験の量産体制、このような表現で半導体サプライチェーンの複雑さ、そして我々のイメージとの乖離をご説明いただきました。それでは実際にその半導体サプライチェーンがどのようになっているのか、こちらについても詳しくお聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。まずはこちらにですね、簡単なバリューチェーン長官図を準備いたしました。この図はですね、左側が川上で右側が川下になります。ここでサプライチェーンとバリューチェーンという言葉が2つ出てきますけれども、私としてはですね、サプライチェーンというのはこの製造工程より川上側の部材供給の部分を取り出して使った表現であって、バリューチェーンというのは川下も含めた業界の全体像を言うということで整理しています。バリューチェーンという言葉はですね、非常に深い言葉ではあるんですけれども、基本的にはどんな会社もですね、仕入れ先から物やサービスを仕入れて、そこに自社なりの付加価値をつけて、その利益を乗せてですね、次の販売先に売り渡していくと。まさにバリューをつけて次に渡していくというバリューのチェーンであると。だからバリューチェーンという言葉を使ってこれを表現しているということで考えております。まず原料生産のところから見てまいりますが、原料はですね、シリコンウェハーの元となるシリコンですね。元素としてはケイ素になります。次にフォトレジストや洗浄液など非常に多様な薬液の原料となる鉱石があります。この写真はホタル石になります。で、薬液もたくさんとても使います。またその中でですね、鼻薬的な量と言われるレアアースなどが使われたりとか、あるいはウェハー状にですね、本当に薄い膜を作るのにレアメタルを使ったりもいたします。またウェハー状に溝を掘るのには先ほども言いましたけれども、髪の毛の10万分の1といった細さですので、ガスでしか掘れませんと、こういうことになります。そうした材料を使える形に加工するのが次の段階で材料加工ということになります。半導体用はですね、とにかく高純度でないといけないということがありまして、非常に難しいプロセスが必要になります。また要素技術としても真空を作り出したり、プラズマを発生させたり、ウェハーを吸い付けて自動的に動かしたりといった高度な技術が使われます。最後の EDA、IP というのはですね、設計の時に使うソフトウェアと知財を指します。
そしてそれを真ん中の下の段で材料、副資材の形で半導体製造メーカーに供給しまして、右側の装置メーカーが装置を供給し、かつメンテナンスなどを行っています。上側がまさに半導体製造の本丸と言えるところで、ただここも2列に分かれています。日本が昔からしてきたですね、IDM という一貫生産のスタイル、それから設計のみのファブレス、前工程製造のみのファウンドリー、後工程製造のみの OSAT というですね、水平分業スタイル、この2つのスタイルがですね、今も併存する形でグローバルな半導体製造を支えていると、こういうことになります。そして出来上がった半導体は、専用品はそのユーザーに直接引き取られていって、汎用品はですね、半導体商社などを通じて、次の基盤実装などの工程に進んでいくということになります。最終的には、この右側の写真にもあります通り、携帯電話から宇宙開発まで本当に幅広い分野で利用されるということになります。はい、高見さんありがとうございます。本当にこの複雑な半導体のサプライチェーンというところを今この長関図のような形で、全体像をまとめたものというのはなかなかこれまで私も目にしたことがありませんでしたので、すごく今私も説明を聞きながらの解像度が上がってまいりました。で、ただもう少しこの点深掘らせていただきたいのですが、半導体を取り巻く、半導体業界を取り巻く情勢というのは日々目まぐるしく変化しているんじゃないのかなと思っております。正直私自身もかなりキャッチアップするのが難しい状況ではあるんですが、昨年この論考をお書きになられてから今日に至るまで半導体のサプライチェーンに関する注目するべき重要な変化であったりとか、今後注目していくべきポイント、ここは何かございますでしょうか。はい、ありがとうございます。もう本当におっしゃる通り目まぐるしく動く、外部環境も絶えず変化しているという状況になりますが、足元のですねキーワードは4つあると思っています。GX、AI、重要鉱物、トランプ関税と、こういうことになります。今日はですね、一つ一つ解説していくと長くなってしまうので簡単に済ませますけれども、やはり GX という意味ではですね、自動運転車の開発や社会実装、こうしたことがどれだけスムーズに早く進むか。逆に言えば社会的にはですね、コネクテッドカーをむしろ警戒するというような流れも経済安全保障の中で出てきております。こうしたことが非常に一つの目の課題になっていくと思っています。それから何といっても生成 AI ですね。生成 AI はどんどん進んでますので、かつその AI のサーバーをどのような形で持っていくか。サーバーについてはですね、やはり自国内に持ちたいというようなニーズもどんどん出てきておりますし、そうしたことがですね、どれだけ高性能半導体の争奪戦につながるかと、こういったことも出てくるかと思います。この2つはどちらかというと需要面のお話でしたけれども、次の重要鉱物というのはむしろですね、調達面のお話ということになります。で、今ですね、米中経済戦争という中で、トランプ関税もありますけれども、中国側がですね、かなりその重要鉱物についての輸出管理をしてきているというのが日々話題になっております。レアアース規制だとかですね、そういうことになりますですね。で、こういうものの中でですね、半導体の製造に必要な重要鉱物がもし出てこなくなったら、途絶してしまったら、これは世界各国での半導体製造に支障が出るかもしれない。で、具体的にはそれがどのレアアース、レアメタル、貴ガスであるのか、それもですね、実際に止まってみたらわからない部分があるかもしれない。こうしたことがですね、まだ囁かれておりまして、この辺をですね、もう少し調べていく必要があるというふうに思っております。で、もう最後がトランプ関税ということになりますが、トランプ関税についてはですね、半導体そのものに関税がかかるかどうかというのがもちろん最重要の課題になりますが、これはちょっとまだ読めない状況にあります。で、それ以外でもですね、様々な影響が多末的に予測されるので、これもよく注意しておく必要があると思っております。
高見さん、ありがとうございます。変化が激しく複雑性がますます増す、この社会において、需要、供給、それからリスク、チャンスといったさまざまな多角的な観点から4つのキーワード GX、AI、重要鉱物、トランプ関税と4つ抽出していただきました。やはり半導体、我々の生活となかなか切り離すことが難しいものですので、私自身も注意をして見ていきたいと思っております。では最後に、おそらく視聴者の皆様もご関心のある点かなと思うんですけれども、日本の半導体産業の今後、こちらにフォーカスしてお話を伺いたいと思います。ここまでのご説明で半導体産業の複雑性、つまり興味があって調べようとするものの、なかなか一人では深いところまで理解することが難しい、その背景を理解することができました。その上で冒頭にも述べましたように、戦略物資である半導体の重要性がますます高まっています。もうそれは変えられない流れだと思っております。私が専門とさせていただいている安全保障の分野においても、現代の軍事システムの多くが半導体に依存しており、先端半導体の競争で遅れを取ること、これはすなわち軍事的に列位に立たされるということを意味しています。そんな中で日本も半導体産業へのさまざまな取り組みを進めています。経済安全保障の基礎的な考え方に沿い、例えば戦略的自立性を高めるために熊本に TSMC の工場を誘致、また一方で戦略的不可欠性を確保するため最先端半導体の製造に取り組んでいます。このような中で日本の半導体産業は今後どうするべきなのでしょうか。どういった方向に進んでいくべきなのでしょうか。高見さん自身のお考えをお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。やはり戦略にはですね、強みを伸ばし、弱みを克服するという両面が必要だと思います。日本の強みは高付加価値品と言われるさまざまな半導体。例えばセンサーやパワー半導体と言われたものですね。こういったものを強みを増していくということが重要になると思います。また材料や装置、ここにもまだまだ強みがあります。こうした分野でですね、強みにさらに磨きをかけるというのが一つの大きな方向性なのではないかなというふうに思います。つまり他国がですね、日本に依存せざるを得ない、これが戦略的不可欠性を作るということかと思っております。弱みの方についてはですね、過去一旦はですね、諦めていた最先端半導体の製造というものに、再び日本として乗り出しております。日本のような先進国では必ず大変な数必要となる先端半導体をですね、自国内で作れるようにということで、熊本、北海道でですね、取り組みを成功させるという必要があるというふうに考えております。これはつまり戦略的自立性ということで、他国に頼らず、そうした半導体を自給できるようにするという戦略になるかと思います。現在ですね、半導体については日本のなすべきことはかなりクリアになってきていると思います。あとは実践あるのみということで、日本のですね、各層の英知を集結して当たっていく必要があると考えております。はい、高見さんありがとうございました。皆様ぜひ本日の高見さんのご解説の中にも出てきた IOG 地経学ブリーフィング半導体サプライチェーンのチョークポイントを探る、こちらも合わせてぜひお読みください。それでは本日の IOG 地経学インサイトは以上となります。この YouTube チャンネルにて地経学研究所は定期的に配信を行ってまいりますので、皆様ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。交渉による解決ができないのであれば、これは軍事攻撃によって排除するしかないと。交渉の失敗ということをトリガーとして、イスラエルの軍事行動というものが取られたということが一つあると思います。